こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの雑貨の刺繍の本の中からラベンダーの刺繍をしようと思います。ラベンダーの刺繍はアロマのところにあるんですけど、後でちょっと詳しく説明します。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではアンナスの雑貨の刺繍の本の中のアロマテラピーのページのこのラベンダーを刺繍します。で、もう図案はコピーしてあるので布に写していきます。だいたい真ん中あたりにセットして、でチャコペーパー、これも何回か使っているチャコペーパーなんですけど、こうカバーがしてあるんですね。でカバーめくると中にインクがついているので、インクの方を下にして、で動くので待ち針で留めます。で1箇所だとちょっと1箇所を中心にこうくるくる支点にくるくる動いてしまうので、2つぐらい留めとくといいです。でトレーサーでなぞります。ボールペンでも大丈夫です。はい、写ってますね。では枠をはめます。枠を外して間に布を挟んで金具が上に来るようにセットします。で布が緩い場合はしっかりネジを締めて指でこう広げて、でこの状態を保ったまま刺繍していきます。25番刺繍糸を使います。25番刺繍糸は使いやすい長さの65センチにカットしてこうやってセッティングしてあるんですけど、これは別の動画を見ていただいて、この輪の方から引っ張ります。で6本取りの場合はもうこのまま6本でそのまま引っ張ってください。1本ずつ引っ張ってほぐさなくて大丈夫です。で玉留めで上から順番にサテンステッチで埋めていきます。まず真ん中に基準となる1本を入れて、で左右に1本ずつ入れたらもうこれでいけると思います。そんなにたくさんやらなくていいです。こんなもんですね。ラベンダーの粒を思い出してください。つぼみですね。お花ではないです。これラベンダー使う時ってつぼみを使いますよね。でこれが全部縦になるよりかはちょっと一番上はまっすぐで次の段が2つ入ってるんですけど、気持ちちょっと斜めに向き変えてもらうとなんとなくこう質感が違うかなっていう雰囲気が出るので、それでもうほんと気持ちなんですけど、全部まっすぐビシって刺さないでちょっとこう向き変えるとニュアンスが出て自然な感じ、植物なんで自然な感じが出ると思います。でまた次のがまっすぐ。これなんか一粒で良さそうですね。でちょっとどんどん粒が大きくなりすぎてしまって絵がだんだんずれてきたんで、ちょっと粒を小さくしつつちょっと重ねつつですね。だからこの上のところは粒がこう順番にあるんですけど、前の粒と次の粒がちょっと今重なったりしてます。そういうのがあってもいいと思います。はい、こんな感じです。で裏に絡めて一旦留めてもいいし、玉留めでもいいんですけど、また上から順番に刺していくので
このすぐ近くまで中を通して移動させて、でまた上から順番に刺していきます。はい、これでできたので裏に絡めます。で次が4本取りですね。4本取りの場合はもう1本ずつ抜いて4本にするしかないです。これ4本一気に引っ張ると絡まるので気をつけてください。次がアウトラインステッチですね。アウトラインステッチはまず1目作ります。でちょっと先に出して最初に作ったステッチをギュッと押して糸を割らずに糸の下に刺します。そうすると1つ目がちょっとこう曲がってくれるので、また次ので2つ目を曲げるって感じでこれを繰り返していきます。そうするとこうカーブがかかってるんですけど、ナチュラルに綺麗にカーブになります。なのでカーブの向きが違う場合は反対にカーブがかかっている場合は重ねる方向もこっち向きじゃなくて反対の左の方に重ねるっていう風に変わっていきます。直線の場合はどちらでもいいです。で1回決めた方向にしか重ねてはいけないので、好きな方向右に重ねたり左に重ねたりいろいろするとガタガタになるので、1回重ねたらもうその方向はもうずっと最後まで一緒にした方が綺麗です。で最後までいったら最後浮くので同じ穴から出して押さえるだけのステッチを入れておきます。で葉っぱなんですけどちょっとアウトラインは後でしますね。戻りながら葉っぱを作ります。だいたい2本ぐらい、本にも書いてるんですけど2本ずつって書いてるのは、サテンステッチなんですけど、だいたい2本ぐらい入れたらもう割とラベンダーの葉っぱって細いのでなんか1本でもいいぐらいですね。でも2本ずつ一応入れておきます。こんな感じでまずアウトラインをしてからそこに葉っぱを生やしていくっていうのが割と綺麗にできる方法です。でアウトライン一応本だからアウトラインやってから葉っぱですよっては書いてるんですけど、別にこういう感じで後から残りのアウトラインをやってそこに葉っぱを生やすって感じでも大丈夫です。はい、もうあっという間ですね。これで裏に絡めて出来上がりです。もう簡単なのでもうこれでブローチでもハンカチでもなんかちょっと気分転換に2色あればいけるんで、もうすぐ作ってもらえるといいかなと思います。で終わったらチャコペーパーを消します。これはクローバーのチャコピーを使ってるんですけど、お水つけたらすぐ消えるやつですね。洗わないと消えないのとかいろいろあるんで、それはパッケージを見て消してもらったらいいかなと思います。はい、以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。